こんにちは。この動画は初心者向けです。適宜スキップするなり動画を閉じるなりしてください。よろしくお願いします。今回は Google Gemini を利用してフリー CAD のモデリングを行いたいと思います。フリー CAD で製図するのが難しいという方でも Gemini にイメージを伝えるだけでモデリングできてしまいます。昨今の AI の発展でどんどん便利になりますね。では早速やってみましょう。まず Gemini を起動します。ブラウザで Google を開いて右上の Google アプリメニューから Gemini を選択します。Gemini は星のアイコンです。起動したら画面下に Gemini に相談と書いてあるチャット欄が表示されます。このチャット欄に何をしてほしいかお願いを書きます。すると Gemini が相談に乗ってくれます。まずはお試しで単純な立方体を作ってもらいましょう。フリー CAD の製図をお願いしたいです。縦、横、高さが 10cm の立方体を作成するコードを生成してくださいとお願いしてみます。チャット欄に記入してエンターを謳歌すると Gemini が答えてくれます。さて答えてくれた内容を見てみましょう。 Python という項目にごちゃごちゃ書かれています。フリー CAD ではユーザの操作を Python というプログラム言語で記録できます。 Excel のマクロを使ったことがある方ならわかると思います。簡単に言うとユーザの操作をそのまま文字列にしたものを提供してくれたということです。この文字列を使ってフリー CAD を操作しましょう。では先頭に戻って Python と書いてある項目欄の右端にアイコンがあります。ここをクリックするとこの文字列をクリップボードにコピーすることができます。コピーしたらフリー CAD を起動しましょう。 Python コンソールという画面がありますでしょうか。ない場合はメニューの表示パネルPython コンソールを選択して表示してください。 Python コンソールは表示されましたでしょうか。表示されたら Python コンソールに先ほどクリップボードにコピーした文字列を貼り付けてください。すると新規にドキュメントが作成されてビュー画面に立方体が表示されます。先ほど Gemini にお願いした縦、横、高さが 10cm の立方体が表示されていますね。こんな感じでフリー CAD の設計ができなくても Gemini がモデルを生成する文字列を作成してくれます。ではもうちょっと複雑なお願いをしてみましょう。 X、Y、Z、10cm、10cm、2cm の板を作成するコードを書いてくださいとお願いしてみます。ちゃんとコードを生成してくれました。ではこのコードをフリー CAD で実行してみましょう。 Python コンソールでコードを貼り付けると新規にドキュメントが作成されます。ビュー画面を見てみると 10cm×10cm×2cm の板が生成されました。ではこの板にもうちょっと付け足しましょう。Gemini へのお願いはこんな感じです。板を机の天板に見立ててください。天板の四隅に接するように机の足を4本付け足してほしいです。足は円柱で太さは半径 1cm、長さは 3cm としてください。実行するとお願いを理解してコードを生成してくれました。ちゃんと天板に4本の足がついた机のモデルと解釈してくれているようです。では早速フリー CAD で実行してみましょう。惜しいけどそうじゃないんだよな。天板の四隅に接するという部分がちゃんと伝わってなかったようです。次のお願いは4本の足は作成されましたが四隅に接するようになってないです。円柱の中心位置が天板の四隅になっています。円柱が四隅に接するように作ってくださいとお願いしてみました。ちゃんと修正したとGeminiが言ってます。信じましょう。ではフリー CAD で見てみましょう。さて実行してみました。これはいい感じですね。指示通り修正されています。こんな感じで間違いを指摘してあげればちゃんと修正してくれます。では次はさらに応用です。ブラウザで Google を開いてください。右上の Google アプリメニューから Google ドライブを選択します。クリックしたら Google ドライブが開きます。ここで新規ボタンをクリックしてください。下の方にその他という項目があるのでカーソルを合わせると Google 図形描画という項目が表示されます。クリックして Google 図形描画を開いてください。Google 図形描画は Excel とか PowerPoint の図形描画機能と同じです。DIY 御用達の簡単なアイデアスケッチツールです。さてこれで適当に図形を描いてみましょう。直感で使えると思います。
正確な図面じゃなくて大丈夫です。一応縦横高さも図に書いておきましょう。図形が作成できたら図形を画像ファイルとしてダウンロードします。メニューのファイルダウンロード JPEG 画像を選択してください。画像ファイルがコンピュータのダウンロードフォルダに保存されます。ではこの画像ファイルをジェミニに見てもらいましょう。ジェミニの画面に戻って左下のプラスボタンをクリックしてください。メニューが出てきますので画像を選択します。ファイル選択画面が表示されますので先ほどダウンロードした画像を読み込みましょう。読み込んだ画像がチャット欄に表示されます。ではジェミニにお願いしてみましょう。画像からフリーCADの形状を生成してくださいとお願いしました。すると画像を認識してくれているようです。画像が直方体の形状であることを理解しているようです。しっかりフリーCAD用のコードも生成してくれてますね。ではフリーCADで実行してみましょう。おお、ちゃんと生成できてますね。ということであんな適当に作った図形もジェミニは解釈してフリーCADのデータを生成してくれました。じゃあもうちょっと難易度を上げてみましょう。こんな感じの図形を描いてみました。テーブルの形状ですね。ではジェミニの性能とやらを見せてもらいましょう。お願いの文章は今度はこの画像からフリーCADの形状を生成してくださいとしました。おお、ちゃんと形状を理解しているようです。形状がテーブルで天板と2本の足があると認識していますね。ではフリーCADで実行してみましょう。エラーなく作図されました。形状も完璧です。適当に描いたスケッチでもしっかりとテーブルの形状であることを理解して指定通りに作ってくれました。さていかがだったでしょうか。ジェミニに文字や画像でお願いするだけでフリーCADは使えてしまいます。ただウプ主はかなりいろいろ試しているのですがパートデザインでスケッチから作図するのは難しいです。というのもフリーCADが生成するエッジの名称の規則性がわからないからです。一応パートデザインでも作図することはできますがかなり試行錯誤が必要です。少なくとも高速は一切使わないという条件じゃないと図形の破綻を繰り返します。興味がある方はジェミニだけじゃなくてチャット GPT、コパイロット、ブロックなどいろいろ試してみてください。それぞれに個性があって面白いです。では当動画は以上とします。ご視聴ありがとうございました。